明けましておめでとうございます。おめでとうございさあ、いやもう2025年ます。ということはい。なんですが、今日撮ってるのはね、当然2024年ですよ。師走です。師走。忙しいです。ちなみに稲妻フェスティバルはい。の次の日はい。に撮っております。疲れてます。疲れてます。酔っ払ってます。はい。ね、いろいろと酔ってます。まあ酒が入ってまた追い酒をして、だけどまあとりあえずね、俺らの撮影もさ、だって今年最後じゃない？そうですね。そうで、これを見る方は2025年初めてうん。というふうになってるんで、まあちょっとめでたいかなと。そうですね。なんでちょっとね、今回は趣向を変えてですよ、まあいろいろね、お店行ったり、何やったりっていうふうにやってます。最近お店多かったですもんね。多い。お店だったりロケ系が。そうロケ系多いんだけど、今回これ分かります？バーダブルエッグバーンとこういろんなブランドのロゴあるじゃない？はい。モヒカン小川が勝手に判断するね、ブランド相関図。ほう。主観。超主観。超主観だから、文句あるやつはかかってこいっていうのは当然ね、正解じゃないんですよ。当然俺がやって、だってさ、ここに載ってるっていうだけで俺大好きなブランドなんですよ、全て。それをああでもね、こうでもねっていうふうに言ってみようかなという、ブランドの立ち位置を、そう立ち位置を俺はこう思うっていうやつをやるぞという。やるぞということでね。で1月5日配信、まあだからこれ YouTube でいつでも見れますが、なんだけどまあ最後の日、で正月休みのこたつに入ってみかんでも食いながら、なんかバカにしながら、そうじゃねえよなんて言いながら見てもらえたらなと思います。よろしく。とりあえずね、ありますね。あんじゃん今、いろいろ。これを分布はいはい。どうやってやってきます？どうやってやっていくか。でもイメージとしてはこうそう X 軸 Y 軸のそうでしょ。だからとりあえずは横軸があります。はい。酔ってますね。線が酔ってますね。ね。あと縦軸。要はボキャブラ天国方式ってことですね。そうです。でここが分かりました。値段いきましょう。値段ね。高い、高級って感じですかね。高い価格これ、高いってすごいな。コスパ最強。だって高いってなんか雑じゃないですか。そうするとそうですか。高級。じゃあ分かりました。高級効果。まあそういうことですね。でコスパ最強で、こっち、そっちなんですか。これはどういうものを作ってるか、これ値段じゃないですか。だからここはより忠実に作ってる。要はレプリカブランドとかも多いから、そう、このより忠実に作ってるのと、よりデザインを重視しているっていうふうにやればいい。確かに。じゃあなんで書けばいいんですか？ゴリゴリ？いや違う？ちょっと専門用語すぎるな。そうだな。よく僕たちはゴリゴリって言いますけども、これはじゃあ忠実っていうふうに言いましょうか。忠実、ヴィンテージ忠実度って感じですよね、要は。意味合いとしてはそういうことですよね。違う。レプリカ忠実度。ヴィンテージ忠実。こっちはデザインじゃないですか。そうですね。より、
個性的なはいデザインと。はい、まあアメカジ我々のブランドというか、たちにはこれがそうです。だからデザインっぽいもの、でよりヴィンテージに忠実である、で高い、安い、まあ安いからっつって悪いっていうふうに言ってるわけじゃないんですよ。コスパ最強、っていう。まあぶっちゃけここにあるブランドどれも、だからどれも素晴らしいんです。だって、そもそもそれ以外のブランドを乗っけてねえんだからでしょ。多分ねコスパ最強といつもなかなか高いような気はしますけど、なんか上が高いからっていう、もう上からいっちゃう。まあまあやりやすいところからでしょう。ちなみにこれごめんなさい、僕が言い訳させてもらうと、大きさに何のあれもありません。そうです。このワッペンっていうかなんていうの、ブランドロゴの大きさは全く価値に関係がないという、僕のなんとなく置いたらこうなっちゃったっていう。はい。じゃあ最初から言おうか。はい。じゃあ上からいっちゃおうか。まあとりあえず上からいきましょう。じゃあまず勇片山バックラッシュ。この中でさ唯一です、人の名前が入ってるんですよ。ね。それはもう当たり前、もうデザインなんだよ。まあそうですね。確かにそういうことですよね。そうでしょ。ね、だから片山さんが作る、当然ねアメリカンヘリテージをベースにしてますが、例えば製品洗いだったり、なんだったりすごくおしゃれじゃない。もうオリジナリティがもうすごいですよね。若干モードっぽい、ね、雰囲気もある。正直言います。ライトニングのね、そのレザーズで出る時に、バックラッシュとうちってほとんど関係なかったんですよ。そうですね。なんだけど行ってみたと、門前払い食らうと思うんですよ俺はっつってね。だけど金山さんすごくいい方でやりましょうっつって、で一緒になって最近すごくこう、交流も、増えてきたという。だからバックラッシュはですよ、当然安くねえです。まあそうですね。それはなんでかっていうとですよ、製品洗いだったり製品にして洗うとか、いろんなこうチャレンジもやってる。だけどデザインですよね。っていうかこうオリジナルが入ってる、ここ P。 おおすごいデザイン性と効果でもある。で高いまあ高いっていうかね、当然なんです、それは金がかかってるからね。まあこのブランドの中のそうです、で高いよっていう。だから高いのもあるし、バックラッシュがじゃあただ単に高いブランドなのかって思われても困るわけ。だから文句あるんだったら俺に言ってきてくれと、ね、これはもうモヒカン小川の主観ですっていうね。はい次、はい、ダブルヘリックス。ダブルヘリックスっていうのは今馬側ね、今気鋭のブランドですね。最近よく聞きますね。そう、馬側、専門ブランドなんですよ。で結構オリジナルも作ってるんですが、いろいろとヴィンテージもやってる。ただちょっと比較的安いというね。でここら辺で、これが真ん中だとすればですよ、ここかな、ここどう？すごくいいんです。面白いんですよ。で何インディゴ染めのレザーだったりを使っていてとかっていうのもやってて面白い。でこの前だってさあったじゃん、デルボマーズ。コラボ。そうでっつってこれこんな値段で売ってんのみたいな。安かったですね。そうだからちょっとここでもいいんだけどここぐらいかな。一応効果の枠には入るんですね。効果の枠には入る。でもここでもいいですか、ヴィンテージに忠実かって、そのインディゴとか革の忠実度は特に加味してない感じですか？なんて言うんだろう、そのヴィンテージをベースにはしてるけど、今後出てくるね、ものと比べて本当にそれを忠実に復刻っていうのを意識はしてないっていうところでこっち、でここら辺か
とりあえずじゃあ真ん中に置いときましょう。真ん中にね、はい、666。ちょっと隠れてる。もうちょい。じゃあこっちか。そうそうこれな、はい666ほ買いました。う。はい。自分、見えない自由が欲しくてで見えない自由を打ちまくってます、はい。ね、で河野博人さんも愛したその UK、はい。どっちかっていうとやっぱりデザインっぽいですよね。まあそうっすね。なんだけどこれむちゃくちゃ安かったです。コスパはすごく良かった。コスパむちゃくちゃ良かったんですよ。でも皮も良かったっすすんげえ良かったです、俺馬側で作ったけど、これは最高に666だから666なのか、これは知りませんでした自分で。これかっこいい。じゃあここら辺かなと。コスパ的にはコスパダブルヘリックスどっちがどんなもんなんですか？ダブルヘリックスよりも安いですよあ、そうなんだ。666ははっきり言って。でいいじゃないですか。なんかさバランスよくない？いいっすね。こういうのってさ全部ここに溜まってもしょうがねえじゃん。まあそうですね。それ意味ない。そうでしょでこういうふうにバランスよく俺も置かないといけないんですよ。はい、まあでも後から調整してもいいですもんね。とりあえず。そうちなみにそれを行くんだったら、ごめんなさい、上からと言いつつも、666が出たんだったら俺ルイスが気になるな。ルイス・レザーズ。同じ英国ルイス・レザーズははっきり言ってですよ、コスパ高価っつったら今高価な部類に入ります、だけどこれが難しいのは、デザインとか忠実っていうよりもルイスだから。まあそっか。そうオリジンだから。オリジンだから。だからここじゃないですか、この真ん中。確かにね。デザインでもなく。そうデザインでもなく忠実っていうんでもなく、だってもうルイスなんだもんっていうもうぶっちゃけですよ。いろいろまあ UK っていう言われてるものはベースにルイスがあるのかもしれません、だけどもうルイスはルイス、ってなったらもうここじゃないですか。まあそうですね。いや納得ですね。いいでしょ。いい。バランスいいねこれ。バランスよくない？いい。いいよね。いいですよ。そうなんですよ。大丈夫ですよ。大丈夫ですか？大丈夫。何が？俺そんなビビってると思われてる？大丈夫。ちょっと待って、ちょっとハイボール飲むから。はい。じゃあ、じゃあごめんなさい。次何行きたいの？じゃあ俺ショットこれ基本の木じゃないかなと思って。ショット。これが一番そういう意味では一番基軸となる部分なんです。そうですね。だからショットもオリジンですね。ルイスと一緒。だから忠実っていうわけじゃないのよ。もうだってこれワンスターだったらワンスター、まあいろんなものがありますよ。だけどワンスターでいきましょう。今回はワンスターだったらもうだって忠実もデザインもクソもねえわけ。もうここそこだと。だけど本当は安いんです今。まだ比較的安いですよね。ここ。なるほどど。いいと思います。なるでしょ。でもこれとこれはオリジンだからね。デザインとか忠実とかっていうのは少子っていうぐらいのもうベースなんですよ。だったらじゃあもう同じもんやりますよ。バンソン。まあそうですね。それもバンソンもそうです。バンソンだってそうですね。結局俺らのやっぱアメカジのね当時チーマーがあった時に、まあ当然マサチューセッツでね作ってるんですが、あの時にもうバンソンといえばアメカジ、だけどぶっちゃけショットより高いです。ここ。なるほど。なるほど。でもこの3つが揃うとなんとなく分かりやすいかもしれない。分かりやすいよね。だけど絶対にここなんです。だからこれはなんつうのデザインとか忠実とかじゃなくてもうこれなんです。ということでもうこれはだからブレない。これをやって置いたらあとは置きやすいですね。そうですね。これが基軸になるんで。そうだね。ラングリッツもあるんじゃないですか。ラングリッツ、決めちゃいましょう。ラングリッツ、上、どこだ、これね、ラングリッツは正直俺も行きました。ポートランドでいわゆるギアです。バイカーギアですね。バイカーギアなんですね。だから裏地にタイタンクロス
を使っちゃったりして、で上はもう分厚いクロームなめし、だからもう雨に濡れたって変わらない。だからそういう俺も持ってます、コロンビアっていうね、コロンビアっていうのとキャスケードっていう有名なモデルがありますが、これはもうここです。お、すごい、ルイス超え、まあ、手作りでしたっけ？高いんです。そう手作りなんです。で職人がね一人でずっと一着を作るんです。流れ作業じゃなくて。なるほど。そう俺のやつはだからナンシーさんっていうのが作ってるんです。全部名前が入るんですよ。そうだから一着一着で結構高価で、今だと為替もありますけども、日本だとコロンビアで多分40万ぐらい、以上だから、それ以上こういうふうにもうなんていうの、まあココイチと一緒です。トッピングだからココイチの何をトッピングするのかっていうのと同じなんです。なるほど、だからちょっとパッドトッピング、はい、パッドトッピングとか背中パッドトッピングとか、はい、いろいろそういうふうにやるとどんどんだからもうそうするとここら辺になる。なるほど。っていうね。じゃあもうそれマックスですね。そういうマックスだけどラングリッツだってもうオリジンですよ。そうですね。で当時ここの、オレゴン州の警察官とかに採用されているぐらいの当時ね感じなんで、だからもう本当にプロスペックなんです。じゃあもうそこラングリッツのポリスといったらマジポリス。そうマジポリス。マジポリスだから相棒みたいなね。踊る大ラングリッツみたいなそういう感じになるわけですよ。なるほど。そうだからここら辺はもうここです。じゃあそれだ。そうなるほど、わかりやすい。じゃあこっからです。はい。次天神ワークス。天神ワークスさんで皆さんも知ってると思います。A1 グランプリやってたりして、まあレザー界にエイジングっていうカルチャーを根付かせた第一人者ですね。そうですね。なんだけど天神さん今面白くて、例えばその M65 フィッシュテルパーカーとか、A2 デッキだったり、そういうのを栃木レザーさんの革を使っていろいろやったらとコーチジャケットとか、という意味ではこっち寄りなんですよ。ヴィンテージはベースなんだけど、ヴィンテージはベースなんだけど本来革じゃねえものを革にしているという。っていうデザインですよね。そうデザインで、この前もあれですね、モデールというバブアです、ぶっちゃけ言えば。バブアのその UK のねフィールドジャケットをこういろいろ革で面白いことをやったという。でそういった意味ではすごくデザインっぽい。だけどまあここら辺ですかね。どっちぐらいこんくらいですかね。そうですね。こんくらいかなっていう天神ワークスさん。ね、面白いですよ。いや面白いですね。すごく今だから高木さんってもともとアーティスト絵描きさんなんですよ。美大の出身の方ですね。美大の出身で、だからすごくアーティスティックな、ハートを持っていて、いろんなことを挑戦している。で革もこうモデルもそうですけども紐を刺したりっていうのがあるんで、これは本当に面白い。ちょっとだから他のところとはまた一線を画す存在かなという感じ。これ革ジャンですからね。まあ当然小物も作ってるから、ウォレットになるとむちゃくちゃ王道なんですよ。もうこっちです。なんだけどという感じ。なるほど。なんかバランスいいな。いいですね。いい感じですね。はい、次、フラットヘッド作りましたね。作りましたね。ディアスキンのね、っていうベストを作りましたが、フラットヘッドさんっていうのはむちゃくちゃこう素材にこだわる感じなんで、すんごい難しいんですよ。ただドヴィンテージかっていうとそうでもね。そうですね。そうなんだけどデザインかっていうとやっぱこっち寄りなんでしょうね。とも言えないですね。俺は思うんです。だからすごく素材はすごくいいんで、
で縫製とかもすんごいきれい綺麗ですよね。ということは当然高価になるわけですよ。まあまあそうですね。でアメリカンヴィンテージをベースにしてるんだけどじゃあ実名復刻してるかさしてないと、ね、そういうのもあるからここら辺かな。あ、意外な。僕もうちょっと真ん中よりかちょいデザイン気味だからデザインもいいんだけど結構ちゃんとヴィンテージ交渉をしているということでここかなという。まあ高いですよ正直物はね。小川さんの主観なんで。そう俺の主観なんであれですけど意外ともしかしたらデザインに置く人もいるかもしれないですよ、いるかもしれない。だからここかここなんですよ。そうですね。そうっていう感じ。小川さんの主観でいきましょう。Y2 はもう皆さん結構ここファクトリーを自分で持ってらっしゃるんで、すごくコスパがいいんです。なるほど。自分のところで作れるから。そうです。なるほど。なんでいろいろ下ろしてはいるんだけど忠実からここまで作ってるんですよ。いろいろと。だからすっごい難しいなと俺は今思ってる。だけど Y2 来てらっしゃるアメカジファンの方むちゃくちゃ多い。昨日のね稲妻フェスティバルでも Y2 来てるんですっていう方も多いんで俺はここ。なるほど。じゃないかなと。だけど Y2 って本当にいろんな商品作ってるんで、こういうヴィンテージに忠実なものからジージャンタイプとかっていうそういうのまで作っているという感じ。だけどこれねコスパ最強だからここにあるからこれがダメとかそういうことじゃないんですよ。それ安いって言い方じゃないよ。安いっていうんじゃなくてコスパ最強コスパがいいっていうことですね。だって変な革は絶対変な革だったり変な縫製ではないわけです全然ないです。素晴らしいですよ。お買い得だって自社縫製で OEM でいろんな革ジャン作ってるんです。はいここはね。はい次トロフィー。トロフィークロージング、ね江川さんははっきり言ってインディアンのりですね。なんでホットロットショーとかにも結構江川さん出てるという感じ。東京インディアンズっていうのに一員なんでねかっこいいという、で今をときめくっていうかねうわーってこう若い子だっていっぱい来ますよ。すごくトロフィーさんすげえリアルなインディアンの復刻のものも出してるんですけども。インディアンの復刻？革ジャン？革ジャン昔のインディアンのインディアンって革ジャン出してたんですか？そうです。はい。それを出してるそれはここなんですよ完全に。なんだけどトロフィークロージングっていうことを考えると全体でね。いや全体で考えるとこっち側かなっていう。そうですね。おしゃれなのよ。かっこいい。正直ね。でバイクに乗らない俺でも使いやすいようなものもあるという感じ。だからすごくねいいんですよ。もうだってさ明治通りの恵比寿と渋谷の間にあるでしょ店が。一等地にあるアメカジショップなんてさそんなんねえもん。いやすごいお店かっこいいしかっこいいよね。でかいし。でうちのねYouTube でも何回もやりました。はいここ。意外とここかな。だからこれ上とか下とかじゃねえんだけどここら辺デザイン俺はデザインでなるほど行ったらいいんじゃねえかなと。どうこれ。僕もうちょい真ん中に寄ってもいいかなとは思います。そのフラットヘッドとかなり方向性は違うけどこうバイクの匂いがしたりとかっていう意味ではフラットヘッドさんと近いような気もするけどっていう、これは僕の意見なんです、すいません。いいです分かります、言いたいこと。だけどどっちかっていうと今回はねここにないんですけど、ウエストライド近いかもしれないね。確かにそうですね。ウエストライドさんフラットヘッドさんトロフィーさんはなんとなくこう
なんだけどそれさ全部同じにしたらさ、まあそうですね面白くないじゃん。俺はどっちかっていうとトロフィーの方がデザインっぽいっはいていうか、イメージねそういうイメージでこうやってもいいのかなとヴィンテージっ思います。ぽいかな。はいちょっと飲みますはい次ファインクリークレザーズですね。まあ山崎さんで俺も大好きです。はいでまあファインクリークで一番有名なのっていうのはジージャンタイプですね。あ、ジージャンタイプ。ジージャンタイプジージャンタイプはリッチモンドっていうね、そういうのもあってどっちかというとやっぱデザインも入ってる。ただレオン・ザ・ノースターっていうのもあってそれはもうこっちなんだけど忠実ではないんですよ。ねダブルライダースの50年代60年代70年代のいいとこ取りをしたというようなもので作った。だからもうヘリテージ好きには大好物なんだけども、忠実かと言われたらそうでもない。いうことでファイングリーク若干安いんです。ここなるほど。かなというデザインなんですね。デザインに寄っていると。で金額もちょっと抑えめであると、いう感じじゃないかなとは思うんですよね。そうなんだ。そうかなとなるほど。思いますね。次ストラム来たね。ストラム和樹さんのとこですね。でバーニングダイ初めて見たよね。いやすごかった。何あれっつって、あとなんかもう地中に埋めてたり、いろんなことやる。だからもうこっちですもん。ここら辺になるとこれ、だけどベースはみんなが知ってるようなアメリカンヘリテージではあるんですが、もっと面白いこう実験的なことをやっているといった意味でデザインかなという感じじゃないですかね。なんかねいいねこの分布。どう？面白いですよ。面白いですよ。いいよねこう。はい次アディクトクローズ。これルイスがあって666があってまあライバルというかそうですね。ルイスがあって666があると。でこうなった時に気になるとこじゃないですか。ベースは当然 UK です。UK ライダース。UK ライダースなんですがやっぱりなんて言うんだろう、自由にいろいろとこの石島さんのクリエイティブでこういろいろやってるっていうのもありますんで、まあルイスと価格帯はねでも結構高いですよ66と。でも俺はデザインなんだ。デザインの方に行こうかなと思ってるわけ。なんかアディクトの存在感っていうのはこっちを忠実に復刻すっていうよりはその UK の雰囲気をこう入れながらいろんな試みをやっているように見える、ってなるとこっちかなと。なるほど。だから金額は同じぐらいだな、こんぐらいです。結構そうか。だからこれをね忠実って言うんだったら忠実ですよ。はっきり言ってUK のものだってそれってさ666もそうじゃないですか。こう忠実なんだけどじゃなくてもっとなんかこう可能性を感じるっていうかね、今後のその石島さんのなんかこう羽ばたきを。確かにそうですね。デザインもあるけどでも細かいジッパーとかやっぱすごい忠実に。あの人だってマニアだからねもともとはUK マニアなんで。そうだけどこれをじゃあただ UK を忠実に作ってるだけのブランドなのかって言ったら俺はそうじゃないような気がするという。だからここが難しいところでね。俺いいんですよここでも。いいんだけどなんかこの可能性っていうかなんかでも石島さんと話してみてなんかいろいろとこうやりたいこともあるんだろうなっていうところでこっちにしちゃいましたけども、こっちの方がいいですか？
僕はなんかそのルイスとフラットヘッドの間ぐらいかなとはなんとなく思う。ここら辺ですか。かなとは思うんですけどね。じゃあここら辺にしますか。いやいやいや主観でいいです。主観でいいです。こうしますか。いやいいですよ。こういや俺はねそうなんです。難しい。それをどう捉え、それをデどうザインと捉えるかなんですよ。いやそうなんです。だ結構意外と効果とコスパの縦軸よりも横軸の方が難しい。難しいんですよ。だってこれってさすぐ分かるの。で値段が出てんだから。ここなんですよ。大切なのはね。確かにじゃあ難しいなこれ。いや難しいです。難しいな。俺はでもフラットヘッドとルイスの間っていうよりだったらこっちに入れてあげたいというじゃあそれでいきましょう。異論は認めるっていうところなんで。異論は認めます。まあいろいろ分かります。俺も悩んでますいうことですね。じゃあ次。バズ・リクソンズ。バズ・リクソンズってね皆さんも知ってると思うけど亀谷塾長フライトジャケット塾のね。でフライトジャケットを聖地に今に届けているという感じなんでもう完全にここですよね。でここのもうここら辺ですかね。そうですね。ビャーっつっていう感じじゃないですか。これはなかなか異論はないんじゃないかな。ねもうだからバズを見ればヴィンテージを勉強するのと同じ。道義。道義。じゃあっつって多分気になってるんじゃないかなと。リアルマッコイズ。そうですね。これですね。リアルマッコイズに関しても同じではあるんですが、今回はフライトジャケットで行きますけどもジョー・マッコイとかありますが、だとしたらもうちょっとモディファイされていると。おしゃれな感じ。おしゃれな感じで、A2 とかも若干こうちょっとシュッとしているという感じだとしたら、で値段高いここ。ここら辺じゃないですか。ほとんど差はないですがもうこうやってピューってそうっていう感じ。そうなると、じゃあレインボーカントリーどうなのよ。ありますねここに。これも同じです。ここら辺。なんだけどレインボーカントリーだってむちゃくちゃ俺 A2 持ってます。すげえいいんです。だけどちょっと着丈が長かったりより分かりやすいモディファイをしているということでここら辺じゃないですか。なるほど。っていうね。感じ。A2 以外もありますよ。当然ね。だけどちょっとフライトでちょっとこうやってみましたという感じ。今ね、ちょっとフライトやってきたんでちょっとやります。イーストマンイギリスです。マッシュとかでね大阪の俺たちがやった大好きマッシュ。そう大好きマッシュ大好きマッシュでは扱ってます。でありましたね。むちゃくちゃこうヴィンテージにすごくコンシャスなで A2 とかを復刻してたり例えばアービンジャケットだったりなんだったりとかっていうのはもう完全にこっちです。で値段もここら辺じゃないですかね。こういう感じ。そっちまでバズ超えますか忠実度で。いや同じですよ。こう重なっちゃったらあれかなと思って。いやもうちょい俺バズよりちょい左ね。いやここってほぼほぼ A2 をねのコントラクタナンバーで復刻するぐらいのとこなんですよ。そうなんですか。そうなんです。だから同じぐらいだと思ってもいいんじゃないかな。だからこれちょっとこうやる位置でなあれなんだけど俺は同じぐらいで若干安いんじゃないかと。今はねっていうこういう感じだけど同じぐらいです。なるほど。作り込みのその精度だったりそういうのはちょっとまた別の話また別の話なんですけどもそのなんて言うんだろう思い入れ心意気だからそういうのは同
同じぐらいじゃねえかなと。だからイーストマンだってすごい立派ですよ。まあそうですよね。素晴らしいですね。っていう。じゃあまた行きます。はい。はい、モーガン。モーガン。モーガン・メンフィス・ベル。これまあ中田商店で売ってるやつですね。まあ一生懸命やってます。はい。ね。で、安いんですよ。なんだけど A2 初心者の方はいいんじゃねえかなと思うんで、忠実、やっぱり安くしてる分、若干こうちょっとこう抑えめになるほど。っていう部分もあるんで、気持ちは忠実なんだけど、まあここら辺じゃないですか。なるほどなるほど。っていうね、はいはい。感じだけどいいですよ、すごく。まあコスパはむちゃくちゃいいです、これね。っていう。じゃあだんだん来ましたね、アビレックス。まあアビレックスだってフライトですね。だけど今いろいろ出てます。でG1 トップガンとかで一世を風靡しましたが、ぶっちゃけ忠実ではないですよね。あるんだけどもうドラマティックに作ってる、いうことを考えたらよりこっち側だから、ここら辺のちょっとまあ安めなんですよ、ここら辺ですかねっていう。だけどベースはオリジンに忠実なんですよ。なんだけど例えばそのブラッド・チットとか、そういうのはちょっと創作入っているという意味でデザインという感じで安めという感じ。だんだんじゃあファインクリーク&コー、ファインクリークレザーズがまあ馬側だけ。だけどファインクリーク&コーっていうのはまたちょっとまた別のライン。革やってますよね。そう、革やってます。まあそれはベースはヴィンテージではあるけども、いろんな実験的なことをやってる、とすればもうここですね、ここ。値段帯はあんま変わんないです。そうなんですね。っていう感じかな。でも面白いですよ。俺もだから今着てんのはレザーズこれ、なんですが、ちょっといろいろと面白い実験的なこともやってたりしてっていうのはすごくこう面白い。だから馬だけじゃないいう感じでねっていう。でファウンテンヘッドレザー、これレザーズデーでもこう受注してむちゃくちゃ人気だったわけ。これ完全にベースはこっちなんですよ。そうなんですか。完全にこうなんだけど、腕がすげえ細い、まあ、ちょっと細くしたり、ってなるとやっぱこっち側になるじゃないですか。どういうの作ってるんでしたっけ、ファウンテンヘッドって。あれです、レザートグスとか。でそういうのをベースにしたり、いろんなものをベースにはしてるんですけど、むちゃくちゃスタイリッシュに作ってる。なるほど。デフォルメしてるって。そうデフォルメっていうかモディファイ、なんだろうね。だからそうするとこっちだけど、そうだな、これ難しいな。これだから値段は同じぐらいがここが多いのか、やっぱりこういうふうになっちゃうと。はい、ビルトバッグ。でビルトバッグはまあ西崎さんアトラクションズですね。なんだけどあれもまあ大体当たり前なんですけど、ここなんですよ。そうなんです、忠実なんだけど、やっぱりちょっとかっこよくしているというのと、裏地を変えてたり、あとクマジャンとか、クマジャンをずっと作り続けてるっていうので、でもちょっとね、俺が見る限り値段は抑えめっていうことで、ここら辺じゃないかなと思うね。なるほど。こういいですよ。ブーツもいいしね、ビルトバッグはっていう、いやなかなかね、ここに固まってくるね。これあれじゃないですか、例えばトロフィー、ファインクリック、ビルトバッグ、まあアビレックスもそうですけど、は右側なんじゃないですか。
どれ？まあ要はここ？そう違う、まあバランスっていう意味で。バランスっていう意味でまあいいですよ。まあビルトバッグだとクマジャン作ってっからここでもいいかなみたいな。だからトロフィーとかはちょっともうちょっと創作入ってるね。なるほど。っていうまあじゃあだったらこれもここでいいのかな。なるほど。っていうまあこういう感じ。限りなくそれとみんなそう真ん中に近いよっていう。いや全部こっちなんですよ本当は。そうですね。そう相対的に。そう相対的にというで次武庫でしょ最後。これもこっちですよ。だから武庫の実名復興だからね。オリジンに近い。オリジンに近いここなんだけどでも復刻ですからここのもうここ。これはいいんじゃないですか。なるほど。そう完成した？こうなった。だからここら辺が微妙なのよね。みんなアメリカンヘリテージをベースにはしていますが、どう見えるかっていうところでこういうふうにこれを置いちゃってはいるんですがという感じですかね。なるほど。でも悪くないね。悪くないと思います。このバランス。こう年明け？なんかもう明日から会社だよって1月5日配信。そっか。そうですよ。1月6日から多分皆さん仕事始めになるけどもまあこれを見てね。ふざけんじゃねえよって思うかもしれない。そしたらごめんなさい。っていう感じですかね。でもまあなんかこういうのを見るとまあなんか見えてくんじゃねえかなと。そうですね。なんかぶっちゃけそのモデルにそのブランドの持ってるモデルによったりでも変わってくるじゃないですか。変わってきます。で当然例えばウエストライドだったり、アイアンハートだったり、今回入ってないブランドだってあるんです。だからまあ時間の都合上ね、ちょっとこう割愛させていただいてますけどもこういうのを自分の頭の中でね、こうやってじゃあ自分がどれが欲しいかという、まあ安いでデザインなのかこうなのか、ねこういわゆるもうリアルのトップオブザラインですね。ここら辺をこう買いたいのかそれとももうちょっとおしゃれなこういうのが欲しいのかとかっていうのがいろいろと考えてもいいんじゃないかなと思いますね。面白い。いろいろやったけどなんかちゃんとばらけたな。そうですね。なんとなく。なんとなく。なんとなくねこうばらけたんでよかったかなと思います。いやなんかねこれ完全に俺の主観だから、そうじゃねえよ俺はこう思うって言ったらメッセージください。YouTube のねコメントしてください。コメントいただけたらと思います。いや楽しかったね。いいと思います。これはこれでねなんか雑誌の企画っぽいですね。そうなんです。でそれ YouTube でやっちゃう。なんで今日の動画はこの辺でということでまたお会いしましょう。さよなら。